今日も一日ご苦労様でした。このチャンネルはあなたを心地よい睡眠へと誘う朗読チャンネルです。自然の中で心安らぐ物語をお楽しみください。眠りの世界へと導く物語をお届けします。この動画は自然物語オリジナルストーリーを30話お届けします。当チャンネル眠りの語り部ではあなたの夢のお供になる物語をご用意していますので、深い眠りへと旅立つ前にぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではおやすみなさい。森のささやき。昔々、深く大きな森がありました。森の奥深くに、空という名前の古い樹木が立っていました。空は何百年もの間、森の変化を見守り続けてきました。春には花々が咲き乱れ、夏には緑が生い茂り、秋には黄金色の葉を落とし、冬には雪の白いマントをまといました。空はまるで森の時間を語る詩人のようでした。ある日、小川が空に話しかけてきました。空さん、最近森の中で聞いたことのないような新しい音がするんです。どんな音か知っていますか？小川はいつも明るく、森のことなら何でも興味津々でした。空は少し考えてから答えました。ああ、それは人間たちが森にやってくる音だよ。彼らは森の美しさに引き寄せられて楽しんでいるんだ。小川は驚いて言いました。人間たちも私たちみたいに森を好きなんですね。空は優しく笑いました。ええ、彼らもこの森の大切な仲間だよ。でも彼らは忙しくて森のささやきを聞く時間がないみたい。私たちが森の声を彼らに伝えよう。そう決めた空と小川は森の動物たちと一緒に人間たちに森の美しさを伝えるために協力しました。鳥たちは美しい歌声で森を彩り、風は木々を通して優しくささやき、小川はゆったりと流れる音で癒しを与えました。人間たちが森を訪れると、自然からの歓迎のメロディーが彼らを迎えました。時間が経つにつれて、人間たちは森のささやきに耳を傾けるようになり、森との絆を深めていきました。森を守ることの大切さを学び、自然と調和して生きることの喜びを知りました。森と人間との間に新しい友情が芽生え、森はかつてないほどに輝きを増しました。海辺の秘密。かつて静かな海辺にアズラという名前の古い貝がありました。アズラは長い年月をこの海辺で過ごし、波の音や潮の匂いと共に生きてきました。彼女は海の物語を知っており、波が運んできた秘密を集めていました。アズラの周りではいつも海の生き物たちが集まってきて、彼女の話を聞いていました。彼女の声には不思議な力があり、聞く者を癒し、勇気づけることができたのです。ある日、アズラは海辺を訪れた人間たちから、海が危険にさらされているという話を耳にしました。海を汚す物質が増え続け、海の生き物たちがその生活を脅かされているのです。アズラはこのままでは海が美しい姿を失ってしまうことを心配しました。そこでアズラは海の仲間たちを集め、人間たちに海の大切さを伝える決意をしました。彼女は海の波と共に美しい歌を作り上げ、その歌を海岸に訪れる人間たちに届けることにしました。アズラの歌は海の波と共に遠くまで届き、人々の心に響きました。人々はアズラの歌を通じて海の美しさとそこに住む生き物たちの大切さを再認識しました。彼らは海を守るためにより注意深く行動するようになりました。海岸にゴミを捨てない、海を汚す物質の使用を控えるなど小さな変化が始まりました。やがてアズラの努力が実を結び、海辺は再び生き生きとした姿を取り戻し始めました。
海の生き物たちも安心して暮らすことができるようになり、アズラの周りには再び幸せな笑顔があふれました。山頂の夜明け。遥か昔、広大な山脈の中で、ひときわ高い山がありました。その山の名前は高尾。高尾は天に届くほど高く、山頂からは世界のすべてを見渡せると言われていました。しかし、その美しさを見ることができるのは、山を愛し、尊敬する心を持つ者だけでした。高尾は数百年の時を超え、季節の変わり目ごとに様々な顔を見せます。春には花々が咲き乱れ、夏には新緑が山を覆い、秋には紅葉が山を彩り、冬には雪が山頂を飾ります。高尾はこれらすべての瞬間を静かに見守ってきました。ある年の初夏、高尾は夜明け前の静寂の中で特別な出来事を感じ取りました。それは山の生き物たちも感じることのできる希望と新しい始まりの予感でした。その年の夜明けはこれまでにないほど美しいものになると高尾は確信していました。山の動物たち、鳥たち、さらには風までもが、この特別な夜明けを迎える準備を始めました。彼らは、それぞれに山を飾り、夜明けの瞬間を、最も美しくするために協力しました。そして、待ちに待った夜明けの時が訪れます。山頂からの最初の光が、地平線を照らし始め、やがて、山全体が金色に輝きました。この光は山に住むすべての生き物たちにとって希望と新しい始まりの象徴でした。高尾自身もこの美しい瞬間に深い喜びを感じていました。この夜明けは山を訪れる人々にとっても特別な意味を持ちました。彼らは山の美しさだけでなく自然とのつながりや生命の尊さを改めて感じ取ることができました。そして彼らは山に感謝し、これからも大切に守っていくことを誓いました。静かなる湖畔。遠く離れた静かな村の近くにルナと呼ばれる美しい湖がありました。ルナはその透明な水と周りを取り囲む豊かな自然で知られていました。しかし、ルナの最も特別な点は湖が語る物語にありました。ルナは長い時間をかけて周囲の自然や村の人々と共に過ごしてきたため、多くの物語を紡ぎ出してきました。ルナのほとりには老木の竜がそびえ立っていました。竜は湖の守り神であり、その長い枝からは新緑が生い茂り、夏には涼しい影を提供し、秋には美しい紅葉を湖に映し出し、冬には雪をまとって静けさを保っていました。ある年の春、湖畔は不思議な静けさに包まれました。その年は特に湖から聞こえてくるさざ波の音がこれまでにないほど穏やかで心を落ち着かせる力を持っていました。この変化に気づいたのは湖を訪れる動物たちでした。彼らはルナの変化を感じ取り、何か特別なことが起ころうとしていると感じました。夜になると湖はさらにその美しさを増しました。月明かりが水面に反射し、ルナ全体が銀色に輝き始めました。そしてその夜、湖畔で驚くべき光景が繰り広げられました。湖の中心から水面が静かに揺れ始め、次第に水中から光る生き物たちが現れました。これらの生き物たちはルナにのみ住む特別な存在であり、その光で湖を照らし出しました。この現象はルナが持つ古い魔法によるものでした。この魔法は湖が健康で自然がバランスを保っている証であり、ルナが紡ぐ物語の一部でもありました。この夜、動物たちや竜はこの美しい光景を見守り、自然の中での調和と生命の奇跡を再認識しました。
翌朝、湖畔は再びその静けさを取り戻しましたが、この出来事を目撃したすべての生き物は、自然への敬意と感謝の気持ちを新たにしました。彼らはルナと共に生き、その物語を次世代に伝えることを誓いました。星降る森林。遥か昔、星々が話しかけることができる不思議な森がありました。その森の名前はセレスティア。セレスティアは夜になると天から星が降り注ぐかのように輝く神秘的な場所でした。森の中では古くから語り継がれる木々や花々、小川があり、彼らは森を訪れるすべての生き物に温かく迎え入れていました。森の中心にはルーナという名の大きな木がありました。ルーナは森の長老で夜空の星々と話すことができる唯一の存在でした。ルーナは星からの知恵を聞き、それを森の仲間たちと共有していました。ある晩、ルーナは星々から森を守るために大切な使命があることを知らされました。遠くの地から森を脅かす危険が迫っているというのです。ルーナは森の守り手として、この危機に立ち向かう決意を固めました。ルーナは森の動物たち、花々、小川に協力を求めました。みんなで力を合わせて森を守ろうというのです。動物たちは夜通し見張りをし、花々はその香りで森を包み込み、小川は清らかな流れで森を潤しました。そして、ついに迫ってきた危険の夜、森全体が一斉に光り輝きました。星々の力を借りたルーナの魔法によって森は美しく輝くバリアで守られました。脅威はこの光によって退けられ、森は再び平和を取り戻しました。この出来事からセレスティアの森は星降る森林と呼ばれるようになりました。森の仲間たちは困難な時も互いに助け合い、一致団結することの大切さを学びました。ルーナは星々の導きと森の仲間たちの勇気に感謝しながら、これからも森を見守り続けることを誓いました。海の鉱石。遥か遠く、深く青い海の世界に、ネレイヤという名前の小さな光るクラゲが住んでいました。ネレイヤは他の生き物たちとは異なり、自分の体から発する光で、海の闇を照らし出すことができました。彼女の光は、暗く深い海の中で、道を失った者たちに、希望の光を与えると言われていました。ネレイヤは深海の様々な場所を旅しながら、自らの光で美しい功績を残していきました。彼女の旅は単なる探検ではなく、海の中の生き物たちに勇気と希望を届ける使命でもありました。ある時、ネレイヤは暗闇に恐れを感じる小さな魚、フィノを見つけました。フィノは海の深さに迷い込み、家族とはぐれてしまったのです。ネレイヤはフィノに優しく話しかけ、自分の光で彼を導くことを約束しました。フィノはネレイヤの光に安心し、彼女と共に旅を続けることに決めました。二人は海を横断し、美しいサンゴの森や神秘的な海底洞窟を探検しました。ネレイヤの光は常に彼らを守り、フィノは新しい友達としてネレイヤに深い感謝の気持ちを抱きました。旅を通じて、フィノは自らの恐れを乗り越え、海の美しさと生命の尊さを学びました。旅の終わりに、ネレイヤとフィノは、フィノの家族と再会しました。家族は、フィノを見つけた喜びと、ネレイヤへの感謝でいっぱいでした。ネレイヤの功績は、フィノとその家族にとって忘れられない思い出となりました。風に乗る葉。かつて深い森の中にライラという名前の小さな葉がありました。
ライラは大きな古木の一番上にあり、彼女の位置からは森の上を自由に見渡せました。ライラはいつも風と一緒に踊りたいと夢見ていました。しかし、枝にしっかりと捕まっている限り、その夢を実現することはできませんでした。ある日、秋の訪れとともに、強い風が森を通り抜けました。その風は、ライラに、一緒に世界を見てみたくないか、と囁きました。ライラは迷いましたが、ついに自らの夢を追いかける決意を固め、風に身を任せることにしました。ライラは風に乗り、森の上を飛び回り始めました。彼女は、決して見たことのない景色、遠くの山々、広がる草原、そして遠くの村を見ました。ライラはこの新しい世界に驚き、その美しさに心を奪われました。しかし、冒険は挑戦も伴いました。風は常に同じ方向に吹くわけではなく、ライラは時には道を失いました。しかし、彼女は途中で出会った他の葉や鳥たちから助けを受け、困難を乗り越えることができました。それぞれの出会いから、ライラは友情と協力の大切さを学びました。冒険の終わりに、ライラは美しい湖のほとりに落ち着きました。そこで彼女は、風に乗って旅をした経験を、湖に住む新しい友達に話しました。ライラの物語は、湖畔で暮らす生き物たちに希望を与え、彼らもまた自分たちの夢を追い求める勇気を持つようになりました。雨音の調べ。深い森の奥深く、セレナと名付けられた小さな川が流れていました。セレナは森の住人たちから愛され、彼らの生活に欠かせない存在でした。川のせせらぎはいつも森に穏やかな音楽を奏でていましたが、セレナ自身はもっと多くの音楽を作り出したいと願っていました。ある日、空が暗くなり、久しぶりに大雨が森を訪れました。雨が葉を打つ音、土に吸い込まれる音、それに伴う風の音。これらすべてが合わさって、森はまるで大きな楽器のように響き渡りました。セレナは、この新しい音楽に魅了され、雨音を自分の曲に取り入れることを決めました。雨が降るたびに、セレナはその流れを変え、岩や枝を使って様々な音色を作り出しました。川の流れる速さや水量を調節することで、セレナは雨音の旋律に合わせた自分だけの音楽を奏でることができるようになりました。森の動物たちは、セレナが作り出す雨音の音楽に耳を傾け、その美しい調べに心を癒されました。特に雨上がりの静けさの中で響くセレナの音楽は、森に住むすべての生き物たちにとって最高の贈り物でした。やがて、セレナの音楽は森の外にも広がり始め、遠くから多くの人々が、この奇跡の音楽を聴きに来るようになりました。訪れる人々は、自然との調和と雨音に込められた生命の賛歌を感じ取り、心からの感謝をセレナに捧げました。山峡の囁き。遠い山々の間に広がる深い山海に、カズイと名付けられた古い風が吹いていました。カズイはこの山峡を何世紀もの間見守り続けてきた守護者でした。彼の存在は目に見えないものの、その力強い吹き抜ける風は山峡の生命とも言えるほどでした。カズイは山峡を通るすべての生き物にとって案内人でもありました。彼の風が迷い込んだ動物たちを安全な道へと導き、また季節の変わり目を告げる使者でもありました。春には暖かい風を送り、新しい生命の始まりを知らせ、秋には冷たい風をもたらし、冬の準備を促しました。ある年の晩秋、山峡に異変が起こりました。人間たちが山海の自然を乱す行為を始め、山峡の平和が脅かされ始めたのです。
カズイはこのままでは三峡の美しい自然が失われてしまうと感じ、深い悲しみに包まれました。しかし、カズイは諦めませんでした。彼は三峡の声となり、その囁きで人間たちに警告を発することに決めました。強く、しかし、慈悲深い風を送り、三峡が直面している危機を伝えました。また、カズイは三峡の生き物たちと協力し、彼らの声を通じても人間たちに自然の大切さを訴えかけました。やがて人間たちはカズイの囁きに耳を傾け始め、自らの行動が山界に与える影響を理解するようになりました。自然への敬意を取り戻し、三峡を守るための行動を始めました。三峡の生き物たちも人間たちの変化に気づき、再び安心して暮らすことができるようになりました。森の深淵。昔々、地球のどこかにアイオラと呼ばれる古い森がありました。この森は地球上で最も古く、神秘的な場所の一つで、人々の間では森の深淵とも呼ばれていました。森の中心にはエオスという名の古代の木がそびえ立っていました。エオスは数千年もの間、森の守護者として森の平和を守り続けてきました。エオスは自らの根を通じて森のすべてとつながり、森の生命の脈動を感じ取ることができました。彼は森に住む動物たち、植物たち、そして森を流れる小川の声を聞くことができ、森のすべてと語り合うことができました。ある時、森の深淵に危機が迫りました。外の世界からやってきた者たちが森の神秘を解き明かそうと森を乱し始めたのです。森の平和が脅かされ、エオスと森の生き物たちは深い憂慮に包まれました。しかし、エオスはただ手をこまねいているだけではありませんでした。彼は森の深淵から力を借りることに決めました。森の深淵は森の生命力の源であり、エオスにとっても特別な場所でした。エオスは深淵から力を借りて森を守るための魔法を使いました。その魔法により森はさらに生い茂り、森を守るために動物たちも力を合わせました。そして森は外からの侵入者に対して自らを守ることができるようになりました。侵入者たちは森の神秘と力に圧倒され、森を乱すことを諦め、去っていきました。やがて森の平和は回復しました。エオスと森の生き物たちは森の深淵の力と互いに支え合う絆の大切さを再認識しました。森の深淵は単なる場所ではなく森の生命力そのものであり、森全体が一つであることを示す象徴でした。海の彼方へ。地球の果てに広がる広大な海、そこにはナビと名付けられた小さな波がありました。ナビはこの大海原で生まれ、いつも海の彼方への憧れを抱いていました。他の波たちはいつも同じ場所を行き来しているだけでしたが、ナビだけは違いました。彼は常に新しい何かを求め、知られざる場所へと旅を続けたいと願っていました。ナビの旅はある静かな夜明けに始まりました。海の精霊たちが彼の旅立ちを見守る中、ナビは勇敢にも海の彼方へと漕ぎ出しました。彼は風に乗り、潮の流れを友とし、未知の世界へと向かっていきました。旅の途中、ナビは多くの美しい景色に出会いました。色とりどりのサンゴ礁、輝くような熱帯魚、深海に潜む不思議な生物たち。しかし、時には巨大な嵐や恐ろしい海の怪物たちとも遭遇しました。しかし、ナビは決して諦めず、困難を乗り越えてきました。ナビが旅を続ける中で、彼は海の重要な真実を学びました。それは、海が地球上のすべての生命と深くつながっているということ、そして、その美しさと脆弱さでした。
ナビは自らの旅を通じて海を守る大切さを多くの生き物たちに伝える使命を持っていることを悟りました。数ヶ月後、ナビはついに地球の反対側に到達しました。そこでは彼がこれまでに見たことのない奇跡のような自然が広がっていました。ナビはこの地で新しい友達を作り、彼らと共に海を守るために行動を起こしました。山の記憶。遥か昔からある巨大な山が世界のどこかに存在していました。この山はガイアと名付けられ、その岩肌には無数の時代の記憶が刻まれていました。ガイアは地球の始まりから存在し、世界が変遷していく様子を静かに見守ってきました。ガイアの斜面には様々な生命が根を下ろし、多くの動物たちが生活していました。彼らはガイアを敬い、その一部として共生していました。ガイア自身も自らが支える生命たちと深いつながりを感じており、彼らの喜びも悲しみも共有していました。ある年、ガイアは自分の記憶を次の世代に伝えたいと考えました。彼は自らの斜面を流れる小川を通じて自分が見てきた世界の変化とその中で生きてきた生命たちの物語を語り始めました。小川のせせらぎに乗せてガイアの記憶は森を通り谷を越えて遠くの村まで届けられました。人々はガイアからのメッセージに耳を傾け、山が持つ深い知恵と自然との共生の重要性を学びました。ガイアの物語は人々に山と自然を守るための行動を促しました。人々は山の斜面を荒らすことなくガイアと調和して生活する方法を見つけ出しました。やがてガイアの記憶は伝説となり、世代を超えて語り継がれるようになりました。人々はガイアが語った過去の物語を通じて自然に対する敬意と感謝の気持ちを育み、山と共に生きることの大切さを学びました。湖の静寂。かつて世界の片隅にミラと名付けられた静かな湖がありました。ミラはその透明な水と周囲を取り囲む豊かな森で知られており、湖面は常に鏡のように静かでした。ミラの静寂は時間が止まったかのような穏やかさを与え、訪れる者に平和をもたらしました。ミラは森の動物たちや鳥たち、そして時折訪れる人間たちに愛されていました。彼らはミラの岸辺で時間を過ごし、その美しさと静けさに癒されました。しかし、ミラの真の美しさは、ただ静かな湖面にあるのではありませんでした。ミラには湖底に眠る古代からの秘密がありました。湖底には古の文明が残した遺跡が沈んでいました。これらの遺跡は、かつてこの地に栄えた文明の知恵と歴史を秘めており、ミラはこれらの記憶を守る守護者でした。湖の静寂の中には、遠い過去からの囁きがこだましていました。ある夜、ミラの水面が不思議な光で輝き始めました。それは月明かりでも星の光でもありませんでした。この光は湖底の遺跡から発せられていたのです。古の文明の知恵が何千年の時を超えて現代にメッセージを送ってきたのでした。この奇跡的な出来事はミラの秘密を知る者たちを引き寄せました。彼らは湖の静寂の中で古代の知恵を学び、過去と現在がつながる瞬間を体験しました。この体験は彼らに自然と歴史の尊さを再認識させ、未来への敬意を新たにしました。森林のメロディー。遥か古の時代からある深い森が静かに息づいていました。この森はセレナーデと呼ばれ、その名の通り常に美しいメロディーが響き渡っていました。
森のメロディーの源は、セレスティアと名付けられた小さな川でした。セレスティアは森を流れる水のせいであり、その流れる水音が森全体に穏やかな旋律をもたらしていました。セレスティアは森の植物や動物たちと調和して生きており、彼らからは森の守り神として尊敬されていました。春には溶けた雪を集めて森に生命を呼び覚ますメロディーを奏で、夏には涼やかな風とともに森を潤す歌を歌い、秋には落ち葉を集める穏やかな曲を流し、冬には静けさの中で森を眠らせるような静かな音楽を演奏していました。ある日、森に外からの脅威が迫りました。人間たちが森を伐採し始め、セレナーデの平和が乱されそうになりました。この危機に直面し、セレスティアは森を守るために行動を起こしました。彼女は森の動物たちや植物たちを集め、共に力を合わせることを決めました。セレスティアのメロディーがさらに力強く響き渡り始め、森の中にはかつてないほどの生命力が満ち溢れました。動物たちは人間たちに森の大切さを伝えるため、メロディーに合わせて行動しました。そしてセレスティアの歌は人間たちの心にも届き、彼らは自らの行いを反省し、森の保護を約束しました。以来、セレナーデの森は再び平和を取り戻し、セレスティアのメロディーはさらに美しく響き渡りました。森は自然と人間が調和して共存できることを示す象徴となりました。海なりの夜。世界の果てに広がる果てしない海。その海にはオルフェウスと名付けられた小さな波がありました。オルフェウスはこの大海原の中で最も美しい音色を奏でる波として知られており、彼の音楽は海鳴りと呼ばれ、遠くの陸地にまで届いていました。オルフェウスの音楽には不思議な力があり、聴く者の心を癒し、海の深い平和と調和を感じさせることができました。しかし、オルフェウス自身は、自らの音楽を通じて、海の中の様々な声を聞きたいという願いを持っていました。彼は、海の生き物たちが抱える喜びや悲しみ、希望や恐れを、その音楽に込めたいと考えていたのです。ある夜、オルフェウスは、特別なメロディーを奏でることにしました。それは、海の生き物たちの声を集めた、海の調べのシンフォニーでした。彼はそのメロディーを奏でながら深海から浅瀬まで海のあらゆる場所を旅しました。この夜、海の中はかつてないほどの活気に満ちました。クジラやイルカは美しい声で歌を歌い、カラフルな魚たちは水の中を踊りながら泳ぎ、ささやかな貝殻や海藻までもがそれぞれに美しい音色を奏でました。オルフェウスの音楽はこれらすべての声を一つにまとめ、海全体が一つの大きなオーケストラのように響き渡りました。この海鳴りの夜は、海の生き物たちにとって忘れられない夜となりました。彼らは、自らの声が大きな調べの一部となることで、互いに深い絆を感じることができました。そして、オルフェウスの音楽は、海の生き物たちだけでなく、陸地に住む人々にも届き、彼らに海の美しさと重要性を伝えました。風を感じて、地球のある場所にゼフィールと名付けられた穏やかな風が吹いていました。ゼフィールは山々、谷間、森林、そして人々の住む町を通り抜け、自然と人々の間で静かに語りかける存在でした。彼は世界の様々な角度から風の囁きを集め、それを通じて地球の美しさと多様性を伝えていました。ゼフィールの旅は季節とともに変わり、彼は春の訪れを告げ、夏の暑さを和らげ、秋の収穫を祝い、冬の寒さに暖かさをもたらすことができました。
しかし、ゼフィールにとって最も重要な使命は、人々に風のメッセージを伝えることでした。それは、自然と調和して生きることの大切さ、そして地球を大切にする心を育むことでした。ある年、ゼフィールは地球が直面している環境問題に心を痛めていました。森林の伐採、海の汚染、気候変動といった人類の活動が自然に与える影響を目の当たりにし、彼は何か行動を起こさなければならないと感じました。そこで、ゼフィールは特別な旅を始めることに決めました。ゼフィールは自らの風を通じて人々に自然の声を届けることにしました。彼は風に乗せて花粉を運び、植物の受粉を助けることから始めました。そして自然の中で生きる動物たちの声を集め、人々に彼らの生活を感じ取ってもらうよう努めました。ゼフィールは人々が自然の一部であること、そして地球上のすべての生命が互いにつながっていることを思い出させようとしました。ゼフィールの風は次第に多くの人々の心に届き始めました。彼の優しくも力強いメッセージは人々に自然保護の重要性を再認識させ、環境に対する意識を高めるきっかけとなりました。人々は風の囁きに耳を傾け、自然との調和を求める行動を取り始めました。雨上がりの森。深く豊かな緑に囲まれた森がありました。この森はアリアと呼ばれ、雨上がりには特別な魔法が働くことで知られていました。アリアは雨が降るたびに、その雫から生まれる生命の力で、一層美しく輝きました。アリアの中心には、古くからそびえ立つ巨木エルダーがありました。エルダーは数百年の時を生き、森の記憶をすべて心に刻んでいました。エルダーは雨上がりが特に好きで、その理由は彼の深い根が吸い上げる水分によって、より強く、より賢くなれるからでした。雨が上がると、エルダーから放たれる生命の力が森全体に広がりました。この力は花々を咲かせ、動物たちに活力を与え、森全体を生き生きとさせました。エルダーの周りでは、狐が遊び、鳥が歌い、小さな生き物たちが賑やかに活動を始めました。ある雨上がりの日、森に小さな光の聖ルミナが現れました。ルミナは雨粒が太陽の光に反射して作る虹のように森の中できらめく光を操ることができました。エルダーとルミナは互いに力を合わせ、森をさらに美しく魔法のような場所に変えることにしました。エルダーの生命の力とルミナの光の魔法が融合すると、森は息を飲むほどの美しさに包まれました。光と生命が織りなす光景は、森に訪れるすべての人々に深い感動を与え、アリアの森は遠くからも人々を引きつける神秘的な場所となりました。山岳の伝説。遥か昔、世界の端にそびえ立つ巨大な山脈がありました。その中でも特に荘厳で天に届くかのような高さを誇るアトラスという山が、その地域の人々によって崇められていました。アトラスはただの山ではなく、その身に無数の伝説と古の力を宿していると言われていました。アトラスの最も特別な力は山を守る精霊ベリタスが持っていました。ベリタスはアトラスの生命そのものであり、山々の記憶を守り、自然の秩序を保つ責任を負っていました。彼女は人々や動物たち、そして山自体と深くつながっており、その力でアトラスを数多くの災いから守ってきました。しかし、ある時代の変わり目に、アトラスは未曾有の試練に直面します。遠い地からやってきた侵略者たちが、アトラスの神聖な力を奪おうと企てたのです。彼らは山に眠る古代の宝物や、ベリタスが守る秘密の知識を手に入れようと、アトラスに挑んできました。
ベリタスはアトラスとそこに住むすべての生命を守るため、古の力を解放しました。彼女は風を呼び、雲を集め、山の怒りを天に示しました。天からは雷が落ち、地は揺れ、侵略者たちはその力の前に逃げ出さざるを得なくなりました。この戦いの後、アトラスはさらに美しく、さらに荘厳な姿となりました。ベリタスの力によって山は守られ、その伝説はより一層人々の間で語り継がれることとなりました。アトラスとベリタスの物語は自然への敬意とその不可侵の力を象徴するものとなりました。湖畔の光。遥か遠くの地に静かな湖、ルミナレがありました。この湖は夜になると不思議な光で湖面が輝き始めることで知られていました。その光は湖畔に住む生き物たちにとって希望と安らぎの象徴でした。しかし、この光の正体を知る者は誰もおらず、多くの人々がその秘密を解き明かそうと試みても、いつも不思議と光は彼らから距離を置きました。湖畔の光の源は、セリエという名の小さな水の精霊でした。セリエは、ルミナレ湖の守護者であり、湖とその周辺の自然を深く愛していました。彼女は、自らの力で湖面を照らし、夜の間、湖畔の生き物たちに安全と保護を提供していました。セリエは、夜ごとに湖面を渡り歩き、自らの光で湖を輝かせました。その光は、まるで夜空に浮かぶ星々のように、湖畔を静かに照らし出していました。この美しい光景は、時に旅人や詩人を引きつけ、彼らはセリエの光に魅了され、その美しさを称える詩や歌を残しました。ある時、湖畔の村が大きな危機に直面しました。長い干ばつにより、湖の水位が危険なほどに低下し、湖畔の生き物たちの生活が脅かされ始めました。セリエは、自らの力を超えたこの試練に、どう対処すべきか悩みました。しかし、セリエは諦めませんでした。彼女は、湖畔の生き物たちと共に、雨を呼ぶための古代の儀式を行うことにしました。儀式の夜、セリエは自らの光を最大限に放ち、湖畔の生き物たちも、彼女の力を借りて、一丸となって雨を祈りました。その努力が実を結び、ついに空から恵みの雨が降り始めました。雨水が湖に流れ込むにつれて、湖は再び満ち、湖畔の生き物たちの生活に、再び活気が戻りました。セリエの光は、今まで以上に輝きを増し、彼女の勇気と愛が、湖畔の生き物たちを救ったことを伝えました。森の姫ごと。かつて地球上の未開の地にエルシアと呼ばれる古い森がありました。この森は世界の始まりから存在しており、数えきれないほどの秘密と奇跡をその大地に秘めていました。森の中心にはイスパーと名付けられた小さな風が吹いており、この風は森の姫ごとを守る重要な役割を果たしていました。ウィスパーはエルシアの森の精霊であり、樹木、動物、そして小川の囁きを通じて森全体と会話をすることができました。彼女は森の秘密を人々から守り、自然が持つ純粋な美しさと調和を保つために常に警戒していました。ある日、エルシアの森に外からの者が侵入しました。彼らは森が秘める力と古の知識を自らのものにしようと企んでいました。しかし、ウィスパーはこの意図を見抜き、森を守るために行動を起こしました。彼女は森の生き物たちと力を合わせ、侵入者たちに対抗しました。ウィスパーはまず樹木を通じて森の奥深くへと侵入者たちを誘導しました。そこでは彼らが想像もしていなかった森の生命力を目の当たりにし、その美しさと力に圧倒されました。
次に、ウィスパーは小川の囁きを利用して、彼らの心に森への敬意と愛を植え付けました。そして最後に、動物たちが見せる協力と調和の精神によって、侵入者たちは自らの行動を反省し、森の重要性を理解し始めました。この出来事を通じて、イスパーとエリシアの森は、外の世界に、その秘め事の一部を伝えることに成功しました。森が秘める力は、破壊や支配のためではなく、共生と調和のために存在することを、彼らに教えました。海の囁き。世界のどこかにアクアリアと名付けられた古代からの海がありました。この海は地球の誕生とともに存在し、無数の生命と物語をその青い深淵に秘めていました。アクアリアの中心にはソリスという名前の小さな海流が流れており、彼はこの古代の海の精霊でした。ソリスは海の囁きと呼ばれる微細な波の音を操る力を持っていました。彼の囁きは海の奥深くに生息する生命体から遠く離れた浜辺に打ち上げられる小石まで全てと会話することができました。ソリスはこれらの囁きを通じて海の秘密を守り、その美しさと調和を保っていました。ある時、アクアリアは未知の脅威に直面します。人間たちが開発の名の下に海を侵し、海の生態系に影響を及ぼし始めたのです。ソリスは海の生命たちとその美しい家を守るために自らの力を使うことを決意しました。ソリスはまず海の囁きを集め、海全体に警告のメッセージを送りました。彼の力によって作られた波は海岸線に沿って人々に向かって進み、海が直面している危機を伝えました。次にソリスは海の生き物たちを集め、彼ら自身の美しい歌と踊りで人々に海の大切さを訴えかけることにしました。この試みは人々の心に大きな影響を与えました。海の美しさとその重要性に気づいた人々は海を守るための行動を起こし始めました。海岸の清掃、海洋保護区の設立、持続可能な漁業への移行など多くの取り組みが始まりました。風が運ぶ言葉。世界の片隅にある広大な草原には、エオロスという名の古代の風が吹き渡っていました。エオロスは草原の生命と自然の美を守る風の精霊であり、彼の囁きは草原全体に生命を与え、バランスを保っていました。エオロスの力は草原の草を揺らし、木々を囁かせ、動物たちの心に語りかけることができました。しかし、エオロスが最も大切にしていたのは、彼の風が運ぶ言葉でした。これらの言葉は、愛と調和、そして共存のメッセージを含んでおり、草原のすべての生命に平和をもたらしていました。ある年、草原は未曾有の乾燥に見舞われ、生命にとって厳しい試練の時が訪れました。水が不足し、草原の緑は枯れ始め、動物たちも生きる希望を失いかけていました。エオロスはこの状況に深く心を痛め、草原を救うために行動を起こすことを決意しました。エオロスはまず遠くの雲を呼び寄せ、乾燥した草原に恵みの雨をもたらしました。雨が降ると枯れかけていた草原は再び生命力を取り戻し始め、動物たちも活力を得ました。しかし、エオロスはそれだけでは十分ではないと感じました。彼は草原が直面している問題の根本的な解決を求め、さらに大きな力を発揮することにしました。エオロスは草原のすべての生命に向けて風が運ぶ言葉を放ちました。これらの言葉は共生と相互支援の精神を呼びかけるものであり、草原の生命たちに困難な時でもお互いを助け合うことの重要性を伝えました。
エオロスの言葉は草原の隅々まで届き、生命たちは新たな希望と勇気を得て、共に草原を守るために協力し始めました。雨滴の旋律。かつて世界のある隅にハルモニアと名付けられた豊かな森がありました。この森には雨が降るたびに奇跡が起こると言われていました。森の奥深くに住むリズムという名の小さな雨精霊がその奇跡の中心でした。リズムは雨滴を操る力を持ち、それぞれの雨滴が地面に触れる瞬間に美しい旋律を奏でさせることができました。彼女の作る雨滴の旋律は森の生き物たちにとっての癒しと喜びであり、リズム自身もこの特別な力を通じて森とその住人たちと深い絆を築いていました。ある乾季の後、ハルモニアの森は深刻な水不足に直面しました。土はひび割れ、植物はしおれ、動物たちも水を求めてさまよう日々が続きました。森全体が生命の危機に瀕していたその時、リズムは自らの力を最大限に使って森を救うための雨を呼ぶことを決意しました。リズムは森の中心で一つの大きな旋律を奏で始めました。彼女の旋律は空高く響き渡り、遠くの雲を引き寄せました。やがて久しぶりの雨がハルモニアの森に降り注ぎ始めました。雨精霊の力によって、それぞれの雨滴が森の生き物たちに向けて奏でる旋律は、かつてないほど美しく、森全体を生命の歌で満たしました。雨が降ることで、森は再び緑を取り戻し、土は潤い、植物は生き返り、動物たちは喜びを共有しました。リズムの雨滴の旋律がもたらした奇跡は、森の生命を救っただけでなく、森の生き物たちすべてに、新たな希望と勇気を与えました。山彦の歌。かつて遠い山々の間に、山彦という名の精霊が住んでいました。山彦は山々の声、山彦の精霊であり、彼の歌は世界の始まりから響き渡っていました。山彦は自らの声を山に投げかけ、その声が山から山へと反響し、無限の旋律を生み出していました。彼の歌は自然の調和と美をたたえ、山々に生きるすべての生命に力と希望を与えていました。しかし、時間が経つにつれ、人間の活動による環境破壊が進み、山々はその美しい声を失いかけていました。森林伐採、山の採掘、土地の乱開発、これらの行為が山々の自然と山彦の歌に影響を及ぼし始めたのです。山彦は自分の歌がもはやかつてのように山々に反響しないことに心を痛めました。彼は山々が直面している危機を救うため、そして自然の調和を取り戻すために、かつてない力を込めて新たな歌を歌うことを決意しました。ある夜、山彦は山の頂上に立ち、深く息を吸い込みました。そして彼はすべての心を込めて歌い始めました。その声は山から山へと響き渡り、山々に生きる動物たち、樹木、小川、そして風までもがその旋律に応えました。山彦の歌は自然のすべての要素が一つになる魔法のような力を持っていました。人間たちは山彦の歌を聴き、その美しさと力に圧倒されました。彼らは自然に対する行動が山々とその住人たちにどのような影響を与えているかを理解し、山々を守り、自然との調和を取り戻すための行動を始めました。森林を再生し、山を保護する取り組みが広がり、やがて山々は再びその美しい声を取り戻し始めました。湖上の月。
遠く離れた地にセレナという名前の静かな湖がありました。この湖は夜になると湖上に映る月の美しさで知られていました。しかし、セレナの湖にはただ美しいだけでなく、古代から語り継がれる秘密がありました。その秘密の中心にいたのは、ルナという名の月の精霊でした。ルナは湖上の月の光を操り、その光を通じて湖とその周辺の自然に生命を吹き込んでいました。彼女の力は夜ごとに湖を訪れる動物たちや湖を家とする魚たちに平和と調和をもたらし、セレナをこの世界で最も美しい場所の一つにしていました。しかし、ルナは月の周期と密接につながっており、月が新月の時は彼女の力も最も弱まりました。この期間、セレナの湖とその生命たちは脅威にさらされることがありました。そんなある年、新月の夜に暴風が湖を襲い、湖の平和が大きく乱れました。ルナはこの危機に直面しても、決して諦めませんでした。彼女は自らの力を限界まで引き出し、嵐に立ち向かいました。その夜、ルナは湖上で最も輝かしい月の光を放ち、その光は暴風を鎮め、湖の平和を守りました。この出来事は、セレナの湖とその住人たちに、ルナと月の重要性を再認識させました。また、ルナの勇気ある行動は、湖を訪れるすべての生命に、困難に直面しても、希望を失わずに、共に助け合うことの大切さを教えました。森の守り神。遥か昔、生い茂る緑の森フローリアに、ガーディアンと呼ばれる森の守り神が存在しました。この守り神は、形を持たないエネルギーの存在であり、森を形作るあらゆる生命と深い結びつきを持っていました。ガーディアンは森の生態系を保護し、平和を維持するために、日々見えない形で活動していました。フローリアの森は、古くから多くの生物が共存する豊かな場所であり、美しい花々、高くそびえる木々、清らかな川が織りなす景色は、誰もがその美しさに魅了されるほどでした。しかし、その平和はある時、外部からの脅威によって乱されようとしていました。人間たちが森の資源を求めて近づき始め、森の生態系を脅かす活動を始めたのです。木々が無造作に伐採され、動物たちの生息地が奪われると、フローリアの森はかつてない危機に瀕しました。この状況を重く見たガーディアンは、森を守るために行動を起こすことを決意しました。まず、ガーディアンは森の動物たちと共に侵入してくる人間たちへの警告を送りました。次に森の中で自然の力を増幅させることによって人間たちが進むのを困難にしました。そして最も重要なこととしてガーディアンは人間たちの心に直接語りかけ、彼らに森とその生命たちの価値を理解させようとしました。ガーディアンの努力は次第に実を結び始めました。人間たちは自分たちの行動が森に与える影響を理解し始め、森を保護するための方法を模索するようになりました。そしてフローリアの森は再び平和を取り戻し、ガーディアンの守る下で様々な生命が調和して生きる場所として、その美しさを保ち続けました。海辺の宝物。遠い海辺の村には、海からの贈り物として、たびたび珍しい宝物が打ち上げられるという伝説がありました。この村の近くの海は、マリナと呼ばれ、その深い青い海には、パールという名前の海の精霊が住んでいました。パールは、海の生命と、その秘密を守る存在であり、彼女が海辺に宝物を送ることで、人間たちと海との間の絆を深めていました。パールは海の中で見つけた美しい貝殻や光る石、時には古代の沈没船からの宝物を選んで、
特別な夜に海岸に送りました。村の人々は、これらの贈り物を大切にし、海と精霊の恵みに感謝していました。しかし、ある年、海辺の村は大きな危機に直面しました。海岸の汚染が進み、海の生態系が脅かされ始めたのです。この状況を見たパールは、村人たちに警告を発するため、そして海を守るために、これまでにない宝物を海岸に送ることを決めました。彼女は深海の底から古代の海が育んだ最も美しい宝石を選び出しました。この宝石は見る者の心を打つほどの輝きを放ち、またそれを通じて海の状態を反映する特別な力を持っていました。パールがこの宝石を海岸に送った夜、村の人々はその輝きに魅了されましたが、同時に宝石が見せる海の苦しみも理解しました。宝石の中に映し出される汚染された海の映像は、村人たちに深い衝撃を与え、海を守る行動を起こすきっかけとなりました。村人たちは海岸の清掃活動を始め、海の保護を目的としたプロジェクトを立ち上げました。時間が経つにつれ、海辺の環境は少しずつ改善し、マリナの海は再びその美しさを取り戻し始めました。パールの送った宝物は、村人たちと海の間に新たな絆を築き、海と共に生きる大切さを思い出させました。風の道しるべ。かつて広大な大陸を股にかける壮大な旅をする生き物たちがいました。彼らの旅は四季の変わり目に始まり、遠く離れた地へと続いていきました。この旅を可能にしていたのは、ゼファーと名付けられた風の精霊でした。ゼファーは旅する生き物たちにとっての道しるべであり、彼らを安全に目的地へと導く役割を果たしていました。ゼファーは自らの感じる大地の鼓動と空を舞う鳥たちの翼の音に合わせて風を操りました。彼は渡り鳥たちが長い旅を乗り越えるための最も安全で効率的なルートを見つけ出し、その情報を風に乗せて送り届けていました。また、旅する生き物たちが途中で遭遇するかもしれない危険から守り、彼らが必要とする食料を見つけられる場所へと導くことも、ゼファーの重要な任務でした。ある年、予期せぬ嵐が大陸を襲い、多くの生き物たちの旅に影響を及ぼしました。この嵐は、彼らがこれまで経験したことのない強さで、多くの生き物たちが方向を見失い、危険な状況に陥りました。ゼファーは、この危機に直面して、自らの力の限界を超えることを決意しました。ゼファーは嵐の中心へと直接向かい、自らのすべての力を使って嵐を鎮めるための戦いを挑みました。この壮絶な努力により、彼はついに嵐を鎮めることに成功し、大陸を覆っていた暗雲を晴らしました。そして、再び安全な旅の道しるべとなる風を送り出し、迷いながらも生き延びていた生き物たちを目的地へと導きました。この出来事は、ゼファーの勇気と風の精霊の力を大陸中の生き物たちに改めて認識させました。彼らはゼファーの導きに深い感謝を持ち、これからも彼の風に乗って自らの旅を続けることを誓いました。雨の中の象形。深い森の奥、人々の足がほとんど踏み入れない静かな場所に、雨の中の象形がありました。この象形は、ナイアという名の雨の精霊によって守られていました。ナイアは森の中で最も美しい秘密の一つ、この象形を雨が降るたびにさらに生き生きとさせ、その美しさを守っていました。ナイアの力は雨を通じて森の生命に恵みをもたらすことにありました。雨が降ると、象形は様々な緑の色彩に満ち、周囲の木々や花々が生き返るように輝きました。
雨滴が葉を叩く音は、まるで自然の旋律を奏でるかのようで、静けさの中に溶け込んでいきました。しかし、この象形が抱える魔法は、ただ美しいだけではありませんでした。ナイアは、象形を訪れる生き物たちに、特別な力を与えることができました。それは、心を落ち着かせ、思考を明確にする力であり、象形を訪れる者は、誰もが、心の平穏と新たな始まりを見つけることができました。ある日、森に迷い込んだ小さな動物たちが、偶然にも雨の中の象形を見つけました。彼らは、疲れと恐れを感じていましたが、ナイアの象形を歩き始めると、不思議と心が落ち着き始めました。雨の中で、彼らは新たな勇気を見つけ、再び自分たちの道を見つけ出すことができました。ナイアの存在を知った動物たちは、他の森の住人たちにも、この象形の話を広めました。やがて、雨の中の象形は、困難に直面している者たちが訪れる、癒しの場所となりました。雨が降るたびに、象形は、その魔法を周囲に広げ、森全体を豊かにし続けました。山の息吹。かつて世界のどこかにエコーと呼ばれる山が存在しました。この山は生命と自然の息吹を感じることができる神秘的な場所であり、山そのものが一つの生命体であるかのように季節ごとに様々な表情を見せていました。エコーの心臓部にはアヌビスという名の風の精霊が住んでおり、彼は山の生命と息吹を守る守護者でした。アヌビスは山の中で風を操り、木々が囁き、動物たちが生き生きとするように見守っていました。彼の力によって、エコーさんは四季を通じて様々な自然の美を展開し、訪れる者に感動と癒しを与えていました。しかし、ある時期からエコーさんは外界からの影響を受け始めました。人間たちの活動による環境汚染が徐々に山にも影響を及ぼし、山の生態系が脅かされるようになりました。アヌビスはこの危機に直面し、山を守るために行動を起こさなければならないと感じました。アヌビスはまず自らの力を使って山の自然を浄化し始めました。彼は風を送り、汚染された空気を清め、山の水源を守りました。そして山の生き物たちと協力して人間たちに山の大切さを伝えるメッセージを風に乗せて送りました。このメッセージは山のふもとに住む人々の心に届き、彼らは自分たちの行動が大切な自然にどのような影響を与えているかを理解し始めました。人々は山を守るために環境保護活動を始め、エコーさんへの訪問を通じて自然との調和の大切さを学びました。時間が経つにつれ、エコーさんは再びその美しい姿を取り戻し、山全体が新たな息吹で満たされました。アヌビスの努力と山を愛する人々の協力により、エコーさんは再び自然の美と調和の象徴となりました。